ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、開発した兵器を海外に売り、それが戦場で使われて、戦場での評価が高まることによって、販売がさらに拡大し、売り上げが次の開発へと投じられ、どんどんと兵器が進歩していく。そのような流れがうまくいっている国の代表として、今回はトルコの大型ドローン開発についての解説をしていこうと思います。なぜこのことを取り上げるかといえば、日本は長い間、兵器輸出をしてこない鎖国状態にあります。近年になってようやく少しずつその門戸を開いてはいますが、長い間の鎖国によって、残念ながら日本製の兵器については実践経験が全くなく、また海外販売のための足場も全くどこにもないような状況です。ですから、日本の兵器は残念ながら日本国内の自主規制による足かせとこれまでの鎖国による世界市場とのミスマッチによってなかなかうまくいっていないのが現状です。しかしだからといって鎖国状態を続けるべきではないと私は思っています。うまくいっている例を参考にしながら日本の防衛産業の未来についての考察をしていきましょう。それではトルコにとって最もうまくいっていると言える大型ドローンについての解説を始めます。こちらの写真はトルコのバイカル社が作っている大型ドローンバイラクタル TB2 です。アルメニアとアゼルバイジャンとの紛争において多数の地上兵器をこの大型ドローンが攻撃し破壊することに成功しました。いずれドローンは戦場において非常に重要な存在になるといったことは言われていました。しかし従来ではアメリカ製の大型ドローンはどうしても高額な価格から大量に運用することは難しいと思われていました。しかしトルコのバイカル社はアメリカ製に比べると非常に安い価格での軍事用ドローンの実力を示したことにより世界的にも注目されるようになりました。しかし活躍ができる場面というのは残念ながら限られたものであるといったこともまたウクライナの戦場で証明されてしまいました。まずはうまくいっている例から見ながらウクライナの戦場でどのように使われているか解説しましょう。こちらの映像はドローンで観察しながら味方の空軍による空爆が行われているところです。どのポイントに攻撃すべきか、そしてどのような空爆の結果によって戦果が得られたか、その情報をリアルタイムで見ることができます。このようにドローンによる観測情報をもとにして空爆や砲撃、そして敵の動向を探るといった任務が今の大型ドローンに割り当てられた仕事です。しかし先ほども述べたようにアルメニア・アゼルバイジャンの戦いにおいては大型ドローンは攻撃に参加し多くの兵器や兵士を葬っていきました。にもかかわらずウクライナの戦場においては攻撃参加としてはあまり目立たないようになったのには理由があります。大型ドローンといっても航空機よりも圧倒的に搭載できる兵器は小型なものに限られています。ですから射程距離の短いミサイルを積んでいるだけではロシア軍の持っている本格的な対空ミサイルの射程圏内に入らなければ攻撃できないという非常に危険な状態になってしまうのです。ですから攻撃ではなくなるべく一歩引いたところでの観測任務などが主体となったのです。しかしこうした戦場での何が足りないのか、何をどう改善したらいいのかといった具体的な話が出てくると、これを克服するための研究開発が行われます。トルコで開催された兵器展覧会において、バイカル社は新しい装備品として射程距離の長い兵器を公開しました。ジェットエンジン駆動の徘徊型弾薬。射程距離は50キロから最大200キロとも言われるもので、バイラクタル TB2 でも4発は搭載できるケマンケシュという兵器が公開されたのです。従来 TB2 に搭載できるミサイルが射程距離15キロ程度であったことから、射程距離50キロ以上の兵器というのは当然のように攻撃参加をしやすくするための改善です。ただ、大型ドローンの弱点として航空機ほど重たいものを大量に持ち運ぶことはできません。このケマンケシュは一発 30kg という重さであり、燃料などを考えると爆薬量としてはさほど大きいものではありません。ですから航空用爆弾のような空爆イコール広範囲への打撃といったものではありません。飛んでいった先で兵器類などを選別し、弱点である上部装甲を貫く形で爆発しようというわけです。なお、ロシア軍の本格的な侵攻以降、
バイカル社の大型ドローンはウクライナに順次引き渡されてきました。そのため、新しく開発したこの兵器も、ウクライナ側がお金を工面することさえできれば、実戦に投入することができるでしょう。そして重たいものを運ぶための能力が足りないという弱点についても改善が進められています。次のバージョン TB3 の開発も進められているからです。こちらがバイカル社の公開している写真です。全体的に少し大きくなって持ち運べる爆弾やミサイルなどの量を増やすことに成功し、それでいて速度も向上しています。また、TB2 と TB3 の一番大きな変更点は翼を畳めるようになっていることです。トルコとしては TB3 やその他大型の軍事ドローンなどを搭載する空母のようなものの運用を考えています。そして TB2 や TB3 はプロペラによって飛ぶわけですが、もっともっと本格的に爆弾やミサイルを運ぼうと思えば、航空機の進化と同じような話としてジェットエンジンが搭載された無人戦闘機の開発が進められています。プロペラで飛ぶ大型ドローンはマッハで言えば 0.2 や 0.3 程度なのですが、開発が進められている無人戦闘機クズルエルマの速度はマッハ 0.9 とそれなりの速さを獲得しています。そしてこの無人戦闘機クズルエルマの開発はかなり順調で試験飛行がすでに行われています。メーカーとしては2024年には量産を開始したいと述べています。こちらに紹介されている映像は、バイカル社が開発している他の軍事ドローンと共に編隊飛行をしているところです。たとえ撃墜されても誰も死なないといったこうした兵器の開発はこれからもどんどんと進められていくことでしょう。トルコで生産販売されている軍事ドローンはどんどんとこれからもバリエーションは増えていくと考えられています。バイラクタル TB2 の場合であれば現在世界28カ国に販売されているそうです。それらの国がバージョンアップしたものを更新するときに買うかもしれませんし、無人戦闘機についても購入を検討することでしょう。そして購入を検討している国の中には日本の姿もあります。こちらの写真はバイカル社を訪れた駐トルコ大使の姿です。なぜ日本の大使がバイカル社を訪れているかといえば、陸上自衛隊でバイカル社のドローンをどの程度使えるかなどを試験しようという話が進んでいるからです。実証実験は2023年度において予算が組まれているそうです。そしてバイカル社としては陸上自衛隊だけではなく TB3 は翼を畳めることから空母にも搭載できますよというのをセールスポイントにしているので、海上自衛隊にもバイラクタル TB3 を売り込みたいとしています。トルコの開発している軍事ドローンで、しかも使われている戦場がウクライナということもあって、話を聞けば聞くほど遠い国の出来事だなと感じられた方が多かったのではないでしょうか。だからこそ一番最後に日本の陸上自衛隊でバイカル社からドローンを購入かレンタルか、ちょっとそのあたりはわかりませんが、実際にどの程度の性能なのか使い心地を試してみようと予算が組まれているそうです。なぜこのようにしてトルコの軍事ドローンに日本は興味を示したのでしょうか。それは従来であればアメリカ製の軍事ドローンがあるのですが、これらが非常に高額だという問題を抱えています。アメリカの軍事予算は毎年のように100兆円を超える規模であり、日本のように5兆円、6兆円で毎年四苦八苦しているような状況とは全く異なります。だからこそアメリカは非常に多額のお金をかけることができ、もう随分と前からアフガニスタンの戦場で飛ぶ大型ドローンをアメリカの空軍基地から操作できるなんていうことを昔から行っていました。ですから、性能面や実用性においてはアメリカ製の軍事ドローンは確かに有用なのですが、いわゆるコストパフォーマンス、値段と求める性能のバランスを考えた場合において、アメリカ一辺倒だけではちょっと問題だなというのが発生しているのです。トルコの軍事ドローンが評価されているのはもちろん戦場での評価が高いからというのもあるのですが、アメリカ製の軍事ドローンよりも安いことも世界で多くの国で採用されている理由です。そしてこの分野において日本ははっきり言ってもはや今から追いかけるのはちょっと不可能かと言えるような状況に陥っています。もともとは日本国内においてもラジコン操作のヘリコプターなどもあったことからドローンへと発展する要素は日本国内には十分ありました。しかし残念ながら様々な規制やビジネスへと発展する目を潰してしまったがためにその後の軍事利用についても全く行われず、小型のドローンといえば中国製、
軍事ドローンといえば、高額すぎるアメリカ製か、その後出てきたトルコの軍事ドローンといったようにして、日本企業による軍事ドローンというのは全く芽が育っていないような状況です。もともとトルコにおいてこのようなドローンの発展がどんどんと進んでいる背景には、最初からどこかの国に売って、それらのお金を元にして、国内での開発を促進していくという姿勢がありました。トルコ自体も国内の防衛産業に対して投資をしていますし、それらの兵器が海外に売られることに関して別に止めてはいません。むしろ積極的に売り込んでいる方です。結局のところ自国の企業がそれによって潤えばさらに良い兵器を作ってくれる。それがまたトルコにとっての軍事力の充実につながるという考え方があるからです。そして現在はまさにその狙い通りに地道に開発し、海外に売ってそれが戦場で使われることによって評価を得たことにより、販売が広がることによって、多くの戦訓をもとにして改良が加えられ進化が進められていくという良い循環がどんどんと働いているわけです。自分の国で作った兵器を自分の国の中だけで使うというのはどうしても産業としては尻すぼみになるものであり、結局は世界市場で物を売ってそれによって発展した企業によって作られた兵器の方がどんどんとものすごいスピードで発展していく。その先にあるのはどうしても性能や価格面ですごい見劣りするがために、結局は自国産の兵器では作る意味もなくなってしまい、他国から物を買わなければならなくなるという現実が待っています。幸い日本には基礎的な工業力があり、鎖国していながらも、まだ一部の技術などにおいては世界レベルにあります。日本の防衛産業が壊滅する前に、全体の方針として防衛産業を鎖国状態から解き放ち、世界の他の企業と競う、そうした方針転換を迫る時だと私は思っています。今までは問題なかったからいいじゃないかというのではなく、もっともっと先を見通した上での考えを変える時だと言えるでしょう。というわけで今回の動画はトルコの軍事ドローンを主題として世界に物を売り、それを足がかりとしてさらに発展を進めていく姿をご紹介しました。トルコのバイカル社はウクライナとの関係性が深いことから、新しく開発された兵器などはいずれはウクライナの戦場で姿を見せることでしょう。そして遠い戦場の出来事だから日本も関係ないというわけではなく、このような兵器の発達そのものが日本の周囲の環境がどんどんと変わっていく、その変化への対応を迫られているといったこともまた考えなければならない要素なのです。というわけで動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったらあなたの感想、コメントをぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。